この世で最も苦しい拷問と聞いてあなたはどんな方法を思い浮かべますか？ 2014 年12月11日、セルビア共和国ザエチャル、町から30キロ離れた郊外のダムには多数の警察関係者が。彼らがそこへやってきたのは、この日逮捕された殺人犯からダムに遺体を遺棄したとの供述があったためでした。あったぞ！しばらく捜索が続いた後、声を上げた警察官。麻袋に入れられた状態でダムの底に沈められていたのは、市内の高校へ通う少女ドラガナ・チェシリッチの遺体でした。くそ、ひどいことしやがる。ドラガナの遺体を前にその場に居合わせた警察関係者は誰もが表情を曇らせました。彼女の顔には骨折を伴う傷が複数残されており、散々に暴行を受けた挙句殺害されたことが見て取れたんです。しかしドラガナの本当の死因はそうやって目に見える形で加えられた暴行ではありませんでした。司法解剖の結果、彼女は硫酸を飲まされる拷問によって殺害されたと判明したんです。硫酸を飲まされる拷問によって命を落とした女子高生。彼女はある男の一方的な恋愛感情を拒んだ結果、恨みを買ってしまいました。彼女に地獄の苦しみを味わわせたその男は、その少女が自分の思い通りになると思い込んでいたんです。おさすけんちゃんです。やみやみこんです。最近さ、傍から見たらおっさんじゃんって言われる趣味を始めたんだけど、なんだと思う？ゲートボール。ジジイじゃないもん。マジで答えていい？歯医者通う。それ趣味なの？趣味で歯医者行く人とかいるよ。なんでコミュニケーション取りたいから。メンテナンスで行けるじゃん、歯医者って。はいはいはい。理由つけていけんじゃん。全然違うわよ。全然ってないね、盆栽。全然おっさんじゃないんじゃん、今は。あら、そうなの？俺もやってみたよ。めっちゃいいと思うよ。豆桜っていう種類の盆栽を買ったんだけど、うん桜の木がこんぐらいの小さい世界で成り立ってんの。マジで普通に欲しくなった。日本人ってさ、ちっちゃい世界で小さいものを可愛がったりするじゃない、うん一寸法師とか竹取物語もそうじゃない？見てて可愛いし、でも手間も必要なの。毎日水やりはしないといけないから、逆に良さそう。一個の習慣になるとね、その子を今から着々と育てようと思ってます。豆桜以外にももみじとか、いや、豆桜欲しい。あちょっと金のなんか。めちゃくちゃ伸びるわけじゃないから、盆栽屋さんが綺麗に整えてくれたものをちょっとはみ出たら金。切ってもいいわよ。それいいね。買います。今回ご紹介するのは、セルビア共和国で発生した女子高生殺害事件について。この事件は非常に恐ろしいもので、被害者の少女は硫酸を飲まされて殺害されたんです。想像もつかないんだけども、考える限りでめちゃくちゃ苦しい死に方なんじゃないのそれ。体の中から溶けていくわけですよ。硫酸なんでね。想像できないぐらいのひどい苦しみだったと思いますよ。家族と離れて暮らしていた少女は、ある日突然事件に巻き込まれるんです。この事件はある男の恋愛感情によって引き起こされるんですが、その恋愛感情は非常に違和感のあるものだったんです。沈められた彼女。2014年12月8日、セルビア共和国ザエチャル郡午後1時、郊外の村で暮らしていた青年ミラン・ミティッチは一人の少女からのメッセージを受け取りました。学校が終わったからこれからお昼ご飯を食べるところ、早くミランに会いたいな。メッセージを送ってきたのはミランの恋人ドラガナ・チェシリッチ。ザエチャル市の高校へ通っていた彼女は寮生活を送っており、家族とも恋人のミランとも離れて暮らしていました。週末には必ず26キロ離れた故郷のサラス村まで戻ってきていたドラガナ。彼女は勉学に励む一方で、恋人との時間も非常に大切にしていたんです。一方で、その日のドラガナはいつもと少し様子が違いました。おかしいな。いつもはすぐに返事してくれるのに。午後1時のメッセージを最後にドラガナは恋人のミランに一切返事をしなくなりました。そしてその日の夜、ミランはドラガナのルームメイトからこんな連絡を受けるんです。学校はとっくに終わってるのにドラガナが全然帰ってこないの。連絡もつかないし、あなた何か知らない？その話を聞いたミランはすぐにドラガナの両親に連絡し、彼らと一緒に警察へ向かったんです。事件の原因はさ、犯人の恋愛関係にあるって言ってたわよね。もしかしてドラガナに恋人がいたってことも関係してんじゃないの？めちゃくちゃ鋭いんです。実はドラガナとミランの仲を疎ましく思っている人物がいたんです。ドラガナの両親と恋人のミランの通報を受け、警察は直ちに捜査を開始。するとすぐに事件当日のザエチャル市内の防犯カメラにドラガナを車の中へ誘い込む一人の男の姿が映っていることが確認されたんです。そしてドラガナの失踪から3日後の12月11日、その男の供述により郊外のダムの底で彼女の遺体が発見されるんです。麻袋に入った状態で沈められていたドラガナの遺体は顔面に複数の骨折を伴う傷を負っている状態。彼女は散々に暴行を加えられ殺害されたと考えられました。こうして警察は同日のうちに遺体の場所を供述したその男を逮捕。彼女が私以外の男と付き合っているのが耐えられなかったんだ。そう話した犯人の男は66歳の老人でした。
その男の名はチェドミル・ルーリッチ。この少し前、季節外れにライラックの花を開花させたことで新聞に載った彼は、地元では園芸好きの物静かな人物として知られていました。そんな殺人とは真逆のイメージを持つ男が嫉妬心を暴走させて凶行に及んだ事実に市民の誰もが驚愕したんです。ルーリッチは遺体の状態が示す通りドラガナに暴行を働き、絞殺した後でダムに沈めたと話しました。しかし司法解剖の結果、明らかになった事実は彼のその供述とは違っていたんです。ドラガナの糸肺は腐食性障害、つまり酸によってひどく焼けただれた状態となっていました。そう、犯人のルーリッチは工業用の濃硫酸を飲ませ、ドラガナを散々に苦しませた挙句殺害していたんです。まず殺害方法がえげつないっていうのはあったんだけど、まさか犯人が66歳のおじいさんだったってのもめちゃくちゃびっくりするわね。そんな年齢の人が18歳の少女に彼氏ができて嫉妬したなんて言ってきたとしたら、もう正直きついっすね。普通じゃないわね。実はルーリッチはドラガナが故郷で暮らしていた時からずっと好きだったんです。不気味な恋愛感情。被害者のドラガナ・チェシリッチはザエチャル市の郊外にあるサラス村で生まれ育った少女。彼女は3歳の頃に父親を亡くして以来、母親とママ父の3人で暮らしていました。家庭は裕福ではありませんでしたが、ママ父はドラガナを実の娘同然に可愛がり、彼女は家族思いの明るい少女に育っていたんです。そして地元民からも愛される人柄に育ったドラガナはある時、次のような依頼を受けるんです。ドラガナに家の手伝いをお願いしたいんだ。私たち夫婦だけでは手が行き届かないところがあってね。そう声をかけてきた男がルーリッチでした。小学校のバスの運転手だった彼のことはドラガナの両親もよく知っていたため、彼らは娘を手伝いに出すことを快諾したんです。ドラガナも最初は特に何も感じず、ルーリッチの自宅へ通っていました。しかし彼女が10代半ばを迎え、女性らしさを見せるようになると状況は一変するんです。ある日、いつものようにルーリッチの家の仕事を手伝っていたドラガナ。彼女が一仕事を終えるとルーリッチはこう言いました。ドラガナ、今日も助かったよ。ありがとう。こっちへ来て話をしよう。さあ、私の膝の上に座りなさい。ちょっとこいつ何考えてんの？まだ小さい子なら不自然じゃない光景だけど、10代半ばの女の子でしょ？明らかにおかしいじゃない。下心しかないですよね。ルーリッチの異常行動はこうしてみるみるエスカレートしていくんです。ドラガナはやがて村を離れてザエチャル市内の高校へ通うように、学生寮で暮らし始めた彼女はルーリッチの家の手伝いにも行かなくなりました。同時にこの頃、ドラガナは地元の農場で働く4歳年上の青年ミランとの交際を開始。彼女はミランを非常に愛しており、大学卒業後彼との結婚を考えていたとも。ドラガナは週末になると必ずサラス村へ戻りミランと会っていたのですが、実はこの間にも奇妙な出来事が起こっていたんです。それは恋人のミランがドラガナの実家を訪れた帰り際のこと。あれ？おかしいな。エンジンがかからない。ミランはドラガナの家の前に止めていたバイクのキーを何度も回しますが、バイクはうんともすんとも言いません。それも当然のこと。なんとバイクのガソリンタンクの中身は水にすり替えられてしまっていたんです。犯人はそう、ルーリッチでした。ドラガナがミランと交際し始めたことを知ったルーリッチは断るごとに彼に嫌がらせをするように。このほかドラガナは故郷へ戻るたびルーリッチに待ち伏せされたり、後をつけられたり、必要なストーカー行為に遭っていたといいます。気持ち悪い。恋人目の敵にしちゃってんじゃない？こうしてね、嫉妬心を募らせていたルーリッチはついに凶行に及んでしまうんです。強要される愛情。2014年12月8日、ドラガナは学校から寮への帰り道で恋人のミランにメッセージを送りました。学校が終わったからこれからお昼ご飯を食べるところ、早くミランに会いたいな。そして次にスマホから顔を上げた時、彼女は思わず凍りつきました。いやードラガナ、ちょっと私とドライブに出かけないか。なんとルーリッチが故郷から26キロも離れているはずのその町に姿を現したんです。学校が終わる時間に合わせドラガナを待ち伏せしていたルーリッチ。この時ドラガナが恐怖を覚えたことは確かですが、断りきれなかった彼女はルーリッチの車に乗ってしまうんです。そこからルーリッチは郊外へと車を走らせました。そして人目につかない場所に車を止めると、彼はこう言ったんです。ドラガナ、私とキスをしよう。そう言うとルーリッチはドラガナの体へ手を伸ばし、彼女を無理やりに引き寄せようとしました。いや、やめて。彼を必死で押しのけたドラガナ。その反応を見たルーリッチの顔はみるみる怒りに染まっていたんです。なぜ私以外の男と付き合うんだ。そう怒鳴りつけると同時に隠し持っていたナイフを取り出し、柄の部分で何度もドラガナを殴打するルーリッチ。やがて彼はドラガナの首を強く締め上げ、彼女を気絶させてしまいます。そして
ドラガナとの激しい争いの後、ルーリッチの車は人気のない森林地帯へやってきた。エンジンを切ると運転席から姿を現したルーリッチ。彼は車の後ろへと回るとトランクを開けた。その中には気を失った状態のドラガナが。ルーリッチはトランクからドラガナを引きずり出すと、彼女の体をその場に横たわらせた。なぜあの男とはキスをするくせに私とはダメなんだ。怒りをあらわに声を震わせるルーリッチの手には工業用の濃硫酸のボトルが握られている。彼はそのボトルの蓋を開けるとドラガナの口へと一気に流し込んだ。声にならない声を上げもがき苦しむドラガナ。目の前でのたうち回る彼女のその姿をルーリッチはただじっと睨みつけていた。私以外の男と付き合うからいけないんだ。その後ドラガナが息を引き取ると、ルーリッチは森の中に彼女を放置したまま帰宅。そして翌日彼女の捜索が始まったことを知り、犯行の発覚を恐れてダムに沈めることにしたんです。マジでなんなのこの男。自分に振り向かなかったドラガナの方に火があるみたいな言い方するんじゃないの。ルーリッチはドラガナは自分のものになって当然みたいな何の根拠もないね、考えに蝕まれてたんですよ。年の差が開いた若い女性を好きになる男には結構あるあるな話なんです。というわけで本日のメトラキーワード、若い女性を恋人にしたい男性の心理について。年齢差が大きく開いた若い女性を恋人にしたいと考える男性の心理には複数の要因が存在するんです。一つは自分は若者にも通用するほど魅力的だと考えることで自身のプライドを満たそうとする心理。そしてもう一つは経験や経済力で勝っている分若い女性はコントロールしやすいと考える支配欲。ルーリッチがドラガナに恋愛感情を抱いた理由はおそらく後者。彼女を言いなりにできると思い込んでいたからこそ、別の恋人がいたりキスを拒まれたりした際に激しい憤りを感じたのだと考えられます。ルーリッチの若い女性に対する恋愛感情はドラガナだけに対するものではありませんでした。小学校のバスの運転手をしていた彼は過去にも送迎している女子生徒に金銭を提示し関係を持とうとすることがあったというんです。一方でルーリッチに精神疾患や異常な性的嗜好は確認されておらず、彼はただ強すぎる支配欲に従い10代の少女との関係を望んでいたと考えられるんです。そして実のところルーリッチは結婚と離婚を6回も繰り返しています。妻のうちの1人は結婚生活の中で自ら命を絶ってしまったとも。どの妻ともうまくいかなかったこともまたルーリッチの支配的な性格によるものだったのかもしれません。2015年ドラガナに対する誘拐殺人で有罪となったルーリッチに下された判決は禁錮40年。死刑が廃止となっているセルビアにおいては最も重いとされる刑でした。ちなみに裁判中のルーリッチはこの後に及んで一切反省の色を見せず、法廷に同行した刑務官を蹴り飛ばす場面も見られたといいます。どこまでもふてぶてしいじゃな、こいつ。あんな殺し方しといて何も悪いと思ってない態度取られたらどんな計画だっても遺族は納得しないわよ。ほんとその通りだと思うんですよ。そして実はルーリッチは刑務所にいる身でありながらまた一悶着起こすんです。ルーリッチは禁錮40年の刑と同時に遺族に対する賠償金90万ディナール、日本円換算で100万円相当の支払いを命じられました。刑務所へ収監された後の彼の年金は全てその支払いへ回されることに。この状況で迎えた2018年11月、ルーリッチはドラガナの両親に向け一通の手紙を送りました。その手紙を開いた瞬間、彼らは思わずあっけに取られるんです。私が刑務所を出た暁にはドラガナを主役にした映画を作るつもりだ。今でも頻繁に彼女が夢に出てくるんだよ。当然その発言はドラガナに対する追悼や犯行に対する後悔から来るものではありません。ルーリッチはこう続けます。ドラガナが死んだのはお前たち両親の責任だ。今に見てろ。いずれ痛い目に遭わせてやるからな。手紙を読んだ両親はすぐさま刑務所当局へ通報。事態を重く見た刑務所はルーリッチを厳重な管理区画へ移送する措置を取りました。その後ルーリッチは2022年に74歳で獄中し、賠償金は結局半額の45万ディナールしか支払われていないため、遺族は現在も彼の土地や不動産の差し押さえに動いているんです。ドラガナの恋人ミランはその状況について次のように語りました。この先の人生を生きていくために僕はルーリッチと戦い続けなければならない。ドラガナもきっとそれを望んでいるはずです。事件以来もう10年以上新しい恋人はいないというミラン。ルーリッチの身勝手な犯行はドラガナを一途に愛していた彼の人生まで大きく狂わせてしまったんです。自分に振り向かなかった少女に地獄の苦しみを与え殺害してしまったルーリッチ。許されない犯行に及んだ彼がドラガナを本当に愛していたとは到底思えません。彼はなぜ他の男性と同じように女性を愛せなかったのか。あなたは愛と執着の違いはどこにあると思いますか？おそすアルゴメトリーのケンちゃんです。今日はですね、皆様にね、ご報告があります。この度、私、結婚ではないです。そんなわけないんですよ、僕がね。はい。ただね、このね、2年ぐらいね、皆様にずっと言い続けてきたことがありますと。それがついに実現できるんです。というのもね、
常にね、なんか皆さん同士が交流したりとかね、僕とかやみこさんがこう会う場っていうの欲しいなって思ってたんです。ついに、そういった場ができますと。皆さんね、恵比寿駅4万出口徒歩5秒のね、めちゃくちゃ立地がいいところにですね、この度、シーシャバーシュメル、オープンします。ついにですよ、YouTube ね、6年ぐらいやってきて、やっと視聴者さん同士が交流できたりとか、あとはね、僕も本当に、結構いると思うんで、オフ会とかじゃなくてもね、ふらっとそこに来て、たまたま僕いたらね、ぜひね、声かけてください。ついに、こういう場が作れる日が来たなとね、やっと皆様にご報告できたなと、ね、本当にね、嬉しく思います。で、そこでね、C 社吸ったりとか、でもちろん C 社吸えない人も来れるようにしてます。カフェ利用みたいなのも OK なんで、ソフトリだけとか、お酒だけとかね、バーみたいな利用とかもできるんで、そういった空間を作りたいなと思ってます。なので、古城で紡ぐ時の旅っていうコンセプトなんですけど、そういったテーマで C 社バーをね、作ります。内装はですね、カウンターの表面は大理石調にしつつ、床もね、マットな大理石調にして、壁は、ちょっと緑とグレーの混ざったような色味にして、で、間接照明とか、ペンダントライトとか、フロアライトとかね、入れて、すごい、ちょっと薄暗いんですけど、怪しい感じじゃなくて、優しい明るい暖色でね、包まれる空間をね、作っていこうと思ってます。そして、このシーシャバーシュメルでは、流行りの音楽は一切流れません。ここで流れるのは皆さんの心を解きほぐし、リラックスできるね、ジャズの音なんです。そして現在の予定はですね、今絶賛工事中で、おそらく6月にプレオープンで、7月にね、グランドオープンができるんじゃないかというスケジュールでね、動いてますと。そんな中ね、ぜひね、皆さんにも来ていただきたいと。実際に、僕も相当店にいると思うんで、来ていただいたら結構な確率で、会えると思います。オフ会とかじゃなくてもね、実際に C シャバ来ていただければね、結構会えると思うんでね、ぜひね、お話できればと思います。ぜひね、そこで交流とかもできたらね、本当に嬉しく思います。そんな中でこのシュメルの時の旅のね、最初の仲間になってもらおうと思いまして、招待状をね、作りました。なんでクラファンをやってるかっていうと、ほぼほぼ前売り券みたいなもんです。ここでね、皆さんに早めにチケットをね、買っていただければですね、通常お店に行くよりも、かなりね、安い金額で、C 社とか、ドリンク含めて楽しんでいただけるんでね、いろいろね、そこでメトラさんもいたらね、交流もできるかなと思いますんで、ぜひね、来ていただいてね、いろいろお話できればね、僕も嬉しいです。で、どんなリターンがあるかというと、C 社をね、吸うチケットはもちろん、あとは個室もあるんでそこの貸し切りだったりとか。あとはですね、YouTube の公開収録をね、初めてその店舗でやろうと思っているんで、そこでね、公開収録した後に皆さんとパーティーをしたりとか、そういうリターンのプランもあります。あとはですね、これはね、結構ぶっ飛んだプランなんですけど、東京のどこかに、僕を召喚して何時間かお話しするっていうプランもありますし、日本全国行くプランもありますし、あとはもし海外にいてね、僕を召喚したい人がいたら、数量限定ではあるんですけど、そういったね、プランもあります。なのでね、全体ね、数量限定なので、ぜひね、この動画せっかく見ているのであれば、ちょっとでも興味あったらね、概要欄また固定コメントのね、リンクから、この時の旅の最初の招待状をぜひ見ていただければと思います。そしてこの C シャバーシュメル、たくさんのね、応援の声があります。まず最初ね、ラッパーのサムさん、煙の中で音が踊るような、そんな空間になるんだろうなってワクワクしてます。応援してます。そして第2グループの岩田くん。西江さんから C シャバーの構想は何年も前から聞いていました。こだわりの強い西江さんが納得いくまで時間をかけて作り上げたお店、早く行ってみたいです。そして原田千秋さん。大都会に現れた深呼吸のできる場所。とっても素敵ですね。寄り道しましょう。きっと私たちの秘密基地になるはず。高瀬東也さん。名前のない感情も煙の奥でちゃんと呼吸してる。この場所が誰かのまだ言えない気持ちの居場所になりますように。シュメル、ケンちゃんオープン本当におめでとうございます。そして若手 TV、B 山、もうね、西江健二は最高な男です。そんな男が作る C 社が最高でないわけがありません。お店のコンセプト、C 社へのこだわり、恵比寿という立地、西江健二という人間、すべてにおいて不足なし。早く吸いたい。いやもうほんとね、皆さんすっげー素敵な応援コメントいただいて本当にありがとうございます。最後にこのシュメルという場所は、一人ね、物思いにふける夜だったりとか、あとは大切な人とね、語らいたい時だったりとか、もちろんデートだったりとか、
もちろんね、一人でこう集中してお仕事したいなっていう時でもね、いろんなね、シチュエーションで使える場です。なのでこの古城で紡ぐ時の旅、このコンセプトで皆さんにね、時を遡りながら、ね、皆さん自身のね、まるで自分のこう、お城のような、そういった古城をね、作ろうと目指してます。そしてね、ぜひね、この動画をね、ここまでね、見ていただいてるそこのあなた、このシーシャバーシュメルの時の旅の最初の仲間になっていただければと思います。この古城であなたと旅ができる日を心からお待ちしてます。というわけで、ご興味ある方、ぜひね、概要欄、固定コメント、見ていただければと思います。ありがとうございました。